球磨川開削と舟運、熊人吉の一番の交通大改革は江戸時代で約330年前、林正盛が球磨川の舟運を開いたこと、2番目は明治41年に日立線鉄道が開通したことです。渡り一生地神瀬と球磨村の中央を流れる球磨川は日本三大急流の一と呼ばれ、四季を通して観光客が球磨川下りを楽しみ、久泉堂の見学に訪れています。この球磨川を船で自由に通行できるように開いたのが林正盛です。正盛は徳川第二大将軍秀忠の時代、京都の近くの丹波で生まれました。相良第21代頼弘夫人の一族で、人吉に来て商業を営んでいました。その頃村々は戦争もなく安心して働くことができましたので、農業も進み産物も増していました。漁師の頼弘は将軍の命で1年ごとに江戸に参勤しなければなりませんでした。参勤には侍やたくさんの荷物を運ぶ人足合わせて200人ばかりが人吉から険しい山坂や岩角の谷川、数十メートルもある崖っぷちの小道を歩かねばなりませんでしたので、大変な苦労で、また危険でもありました。産物の米や麻や鍛冶などを軍外に出すのも人手を頼るしかありませんので、せっかく増産されても軍外に出すことは困難でした。この様子を見た正盛は、船が球磨川を下ることができるなら危険な山坂や小道の苦労も減り、安全でしかも一度に人手の何十倍もの産物が運ばれ、増産や発展になると考えました。1662年寛文2年、41歳になった正盛は厄難ごとしに産物の運送や参勤の便利のため球磨川を開削して船が通行できるようにしようと決心し、頼弘に願い出て許されました。正盛は開削に取り掛かりましたが、球磨川は有名な激流です。五大瀬、四十八瀬には大石が散らばり、淵には大岩が水面に顔を出し、作業の石工たちは水しぶきに濡れ波に流されるなどの難工事が続きました。中でも大瀬の下の岩崖に挟まれた淵に横たわり流れを遮って船を通さない亀形の大石は、石工たちが入れ替わり立ち替わり大のみを打ち込みましたが、跳ね返すばかりでした。この大亀石を取り除けなければ船は通らない。どうにかして大亀石を割りたい。石工たちを励まして頑張りましたが、びくともしません。男の一年、岩にも矢の立つ試しあり。どうにかならないものか。考えあぐねた正盛は岸辺の岩に腰を下ろし、流れゆく水を見るともなく眺めていました。ふと気がつくと、
向こう岸にどこから来たのか大きな白狐がいて、じーっと政森を見つめています。政森は思わず「おお、狐よ、お前に神通力があるならこの亀石を割る知恵を貸してくれよ。頼む」と話しかけました。大亀石を割りたい政森の心からなる願いの叫びだったのでしょう。白狐はいつの間にかどこともなく立ち去っていました。その夜のこと、政森が眠っている枕元に白衣の神様が現れて「お前の真心を憐れみ亀石を割る方法を教えよう。亀石の上で大火を焚いて水をかけ、大火を焚いては水をかけよ」と言い終わるとスーッと消え去りました。あくる日政森は早速村人に頼んで枯れ木を亀石の上に山のように積んで火をつけました。燃える真っ赤な炎は球磨川に生え、立ち上る煙はもうもうと山の頂に届くほどでした。真っ盛りの頃を見計らい、みんなは一斉に水をかけました。3回も繰り返した時、バーンと大音が轟きました。恐る恐る近づいてみますと、さすがの大亀石も割れ目ができていました。みんなは歓声を上げました。石工たちはのみを取って割れ目に打ち込みました。みんなで力を合わせて割ったり運んだりしましたので、3日目にはすっかり取り除くことができ、淵の水もとうとうと流れ、船も十分に通れるようになりました。政森はこの後白狐に感謝し、稲荷社を建て祭りを続けました。水路の開削が終わると政森は急流を下るのにふさわしい船を工夫して作りました。まず早瀬の大波やしぶきが入らないように両側の船べるの上に板をはめ、曲がった瀬や岩と岩の間を安全に漕ぎ下るように、船先には花かじ、船尻には櫓を取り付けました。船には高瀬舟と命名し、殿様からは高瀬舟に亀の焼き印を押すことを許されました。